はい、おはようございます。今日もね、雨上がりです。今ね、ちょうど昼ぐらいですね。ちょっとね、用事があって、今からね、作業の方を始めたいと思います。前回ね、プレハブ周り、全部きれいにしてね、蛇の、退治ということでね、やってきたんですけれども、今来たらですね、なんとね、これですよ。いやー、日向ぼっこしてますね。困るな。どっから出てくんだろう。まずね、このプレハブの下がね、基礎の部分がね、もう多分ヘビの住処になってるんでね、もう根本的に、そこをやらないといけないんだろうけども、実質ちょっと不可能なのでね、ここの穴を塞ぐだけでもね、結構効き目はあるのかなと思うんですね。こっから出てきたりしますんでね。いやー、ほら入ってくでしょ。ほらね、入っていくんですよ。で、隙間にね入っていくんですよ。見えるかな。ほんとね、多分ね、ちょっと雨で流されちゃったかな、薬がね。はい、もう一回巻いておきましょうかね。ここに巻いても意味ないのかな。でもヘビが嫌がる匂いだから多分効き目はあると思うんですけどね。うわ、めちゃくちゃ癖。はい、じゃあね、作業始めていきます。はい、今ねちょっと敷地内の方見てまして、これからのね、この開拓のやり方をねちょっと検討してたんですけれども、以前にねコメントでこの瓦礫をね再利用したらどうですかっていう声がね結構何人かからいただいておりまして、で私もねちょっと検討したんですけれども、瓦礫をね再利用するってなると、細かい瓦礫に関してはねそのまま使えるかと思うんですけれども、ちょっとこういった大きい瓦礫とかねはある程度砕かないとちょっとあれかなっていうのもあります。で、ちょっとね今後の計画で、一つだけ、駐車場をね拡張しようかなと思っております。で、駐車場ね今私がね作った駐車場あるんですけども、ちょっとね大きい車、あとは例えばダンプとか、そういったものがね来た時にちょっとね入れないんです。長さがね今6メーターギリギリあるかないかですね。なのでねちょっと大きい車が入れないっていうのもありまして、駐車場ねもうちょっと手前までね、奥行き、今のところはねちょっと10メーターぐらいかなとは考えてるんですが、10メーターあればね相当です。普通車もギリギリ縦に2台並べるかな、と思います。軽自動車はね余裕で、2台、縦にね縦列駐車できるぐらいの広さになります。でなりますと、そこをねこう広げてくるんですが、今駐車場あるところね、庭石を敷いております。で庭石でね駐車場と、区別してるんですけれども、この庭石をね一回撤去しまして、でここまでね採石をずっと敷くような感じになると思うんですけれども、そうするとね、ここのラインまで、駐車場になります。で、考えたのが、ここの駐車場にするエリアですね。でここをねちょっと掘りまして、でそこにねこういった瓦礫を、埋めてね、暗渠にしようかなと、ちょっと検討しております。でここにある瓦礫ねちょっと大きいのもあるんですが、こういった小さいやつもあります。こういうのがね、結構多いです、細かいのが。でこういう細かいやつはね暗渠としてね十分、敷けるレベルかと思いますんで、そこをね、掘り返したところまでねちょっと何十センチ1メーターまで行くのかな、わかんないけどねちょっと掘ってみて、でそこに暗渠として瓦礫をね入れますと、この横幅バーっとね、瓦礫を埋めてね暗渠として作れますんで、結構な量のね瓦礫が、処理できるかなと思います。というのもありまして、ちょっとねそういったことを考えてたので、瓦礫のね
ちょっと参拝として捨てるのはね、ちょっと一時的に見送ろうかなと思います。で、瓦礫は瓦礫で、鉄くずは鉄くずに分けてっていう作業はね、引き続き続けていくんですけれども、瓦礫をね、全部処分しようとしてたんですが、それはね、ちょっと一旦中止にしようかなと思います。ここにもね、結構な瓦礫がありますね。で、大きいやつはね、ちょっと後々考えますけれども、こういうちっちゃいやつはもうそのままね、もうガラガラに埋めてしまおうかなと、思いますんで、ちょっとね、このまま一旦保留にします。駐車場のところをね、全部設置して、掘り終わってからね、こういったものをちょっと埋めて、暗渠としてね、作ろうと思いますんで、ちょっと一旦ね、瓦礫に関してはこのまま中断というふうになります。で、時間ある時にね、こう鉄くず、あと瓦礫の仕分け作業をユンボを使ってやってるんですけれども、それをね、動画にしたところでね、あんまりちょっと面白くないので、つまんないと思いますんでね、それは私が時間が空いた時に、ちょこちょこやるということで、本当にね、1日かけてやったりするときは動画にするときもあると思うんですけども、ちょこっと時間空いてね、2時間とか、そういった感じでやる際は、動画にするレベルのものでもないのでね、ちょっと瓦礫と鉄くずに分けてっていう作業をしてます。で、今日やるのはね、もうね、ここね、半分ぐらいまで来ちゃってるんですよね、開拓がね。なので、ちょっと進めていこうかなと思います。ゴミはね、もちろん増えるんですけども、その瓦礫再利用の計画もちょっと考えてまして、ちょっとね、奥の方まで進めていこうかなと思います。この際ですんでね。一気にもうやれるときにやっとかないと、でもう本当にね、ゴミは本当に一番最後に、まとめてね出そうかな。ダンプとかもね、手配しないといけないのはありますんでね、ちょこちょこ出してるとね、なかなかお金もかかりますし、なかなかね、集めてまた出してダンプで持ってってってなるとね、時間もかかりますんでね、最後に本当に山にして、本当捨てるだけの状態にしてやろうかなと思います。ちょっとね、個人レベルなのでね、業者さんみたいにもう次々にゴミを出してっていうわけにはなかなかいかないのでね、そんな感じでちょっと考えておりました。で、ここもね、瓦礫の山はあります。鉄くずもね、でここはね、一回ちょっとそのままになるんですけども、もう次々ね、ちょっとここのジャングルを広げていって、開拓していこうかなと思いますので、ここら辺のね、全部これ桑の木です。桑の木、これ全部切ります。もうね、つるも絡まってますしね、移植も失敗しましたしね、ちょっと私の力ではどうしようもないかなということで、伐採します。あとね、ここの木、この瓦礫の上にね、前回一気にこっちにね移動してきた木があるんですけども、これもね、ちょっと向こうの大きい木はね、全部向こうに重ねてますんで、そっちに持ってこうかな。そうするとね、ここの山が結構減りますんで、そうするとね、瓦礫取り出したりとか、鉄くず取り出したりする際にね、ある程度やりやすくなりますんで、ちょっとそういった木くずはね、もう1個にまとめて、本当に一番最後にね、時間がある時に、細かくしたりとかね、薪を作ったりっていう作業になると思いますんで、最優先事項として、次々ちょっと一回開いていくといった感じでやっていこうかなと思います。じゃあちょっとね、早速準備して、木を切ってユンボで広げていきたいと思います。で、前回ね、裏側の方、この裏のね方の木をね、ユンボでパッコンしたところありますんで、そっちからねちょっと進めていこうかな。手前からやるとね、ちょっとまた木が増えたりしますんで、一回倒したところ向こうをね整理しながら進めていこうかなと思います。はい、じゃあ前回ね、ユンボでここをね伐採したところ、ここからね進めていきたいと思います。で、もうここはね隣の土地になりますんで、その境界をね掘り起こしていきたいと思います。もう見るからにね、ゴミが大量です。これね、ほんとゴミの山ですね。ここも相当多分鉄くず、あと瓦礫とね、あとプラスチックも見えますけども、参拝がね出てくると思いますんで、ちょっと後ろのゴミの山にね、一緒にもう積み重ねるしかないかなと思います。じゃあ早速ねやっていきます。もう見ているだけでね、蛇がね出てきそうですね。はい、もう気持ち悪いのでね、もうバンバン掘り上げていこうと思います。
ば青大将出てきた。青大将だ。でっかいのがね今出てきた。もう見えないよね多分ね。あそこにいますけど多分ねうじょうじょ出てきます。今のは青大将だな。はい、今ね、ちょっと休憩入りまして、いつもとね、ちょっとやり方を変えました。まあ見ててね、もしかして分かった方いるかと思うんですが、土のね、振る場所をね、変えました。で、ここでね、ゴミをすくって、で、この場でいつもはスケルトンね、ふるいにかけて、ゴミだけを後ろにやってたんですが、ふるいをね、後ろにして、そこに残土が今溜まってます。ここね、ふるいが終わった後の、まあ一応綺麗な土ですね。が溜まってます。で、ゴミはね、こっちの方に捨ててます。で、まあ、こういう風にやった方がおそらく効率がいいのかなと思って、いつもね振り終わった後の土もここに混ざっちゃうので、それもまた振るったりして、でふかふかになってね、なんかあまりちょっと効率が悪いし、なんか前回ねコメントでなんか土をねその場で振ると効率が悪いですよってなんか言われたことがあった気がするんですけども、まあ確かにそうかなと思ってね、ちょっと振る場所をね変えました。であれはねまあ一応振るい終わった後の綺麗な土なので、まあ今ねそこにちょうど水たまりもありますしね、最後にちょっと整地するときにそのまま、伸ばしてあげるかでもいいかなと思います。まあ綺麗な土なんでね。であと残ったのはね本当に残土として残しておくとかで、ここにあるこの残土、これはね汚染された土です。駐車場のね、後ろの方から出た汚染された土をねここに溜めてますんで、これとはねちょっと分けておきたいと思います。そしたらね今1時間ぐらいやったんですけども、ちょっとこの木、これがね釣りが結構絡まってます。でこれをね一回そっちの方にね、持ってって、ちょっと邪魔なんでね、で次々ちょっとここの高くなってるところとね、ゴミの通路ね、ちょっとずつ、やっていきたいと思います。
はい、今ねちょっと休憩してました。結構ね疲れますね。ゴミをねユンボで振るだけなんですけどね、結構疲れます。でここら辺のねもうつるでねジャングルになってたところは、もう一気にね開きました。でもうつるもね全部引きちぎったんですけども、これよく見るとねこの木全部ねもう枯れてるんですよね。でこの横になってる木、これね根元から折れたりしてるわけじゃないんですよ。このままねぐにょーって横になって、であっちまでね枝が通じてます。これずっと前からなんだけども、横にねずーっと伸びてねここまで来てるんですよ。こんな感じね。ほらすごいですよね。これ切ろうかな。ちょっとね私の土地とギリギリどっちかなっていう感じのところなんですが、まあ別に残しててもねこれもう枯れてきてるんですよね。ほらね枝が枯れてます。そっちも、上の方もね全部枯れてきてます。なのでねこれはまあどちらにしろね伐採しないといけない木になると思います。でこの隣にあるこの松の木もね全部枯れてます。上見るとねよくわかるんですが、全部枯れてます。でこれもねつるで全部引っ張られてね、大変なことになってますのでね、まあ次回かなここをねもう切った方がいいかなと思います。ちょっとね隣の地主さんね、知ってるので、ちょっとね相談してみようかなと思いますね。そのうちね多分切らないと、本当に腐ってね危なくなりますんで、後々ね、ちょっと考えていこうと思います。じゃああと1時間ぐらいねちょっとここに溜めたゴミの山をね、振るって、後ろの方にね、仕分ける作業をしていきたいと思います。はい、じゃあ今日はね、もう時間になりましたんでここまでにしたいと思います。まあちょっとだけね、設置しまして、ちょっとぬかるんでるんでねなかなか、水たまりだったところもね、埋めてしまったので、ちょっとねぬかるんでしまってます。しばらくはねちょっと入れないかな。あとこの一番奥ね、隣の教会らへん、ここら辺全部ね綺麗にしました。でここもね、ちょっと掘り返して、ゴミの方ね掘削して、またね順々に奥の方にね進んで、この木もねこれ桑の木なんですけどこれもね全部もう倒しますんで、ここもね全部すっきり綺麗にして、向こうとねつなげたいんですよねやっぱりね。で真ん中にまだ桑の木が3本ぐらいかな、ありますんであれも全部倒して、向こうからねもうこういう風に直接、行き来できるような感じの方がね、効率がいいです。毎回ねこう回ってくるとねそこもね土ぬかるんでしまうしね、遠回りしてその瓦礫のね、壁とかをね崩してしまう時もありますんで、こうねなんとか通れるように、早々にね片付けていきたいと思います。はい、じゃあ今日はね、ゴミの掘削と、あとジャングルね、つるの方は開拓ということでね、ここまでにしたいと思います。また次回以降もね、ここの方きれいにしていきますんで、よろしければ見ていただければと思います。ありがとうございました。